皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、岸田首相が2020年代後半に日本人飛行士が月面に着陸する、そのような計画を立てていることがニュースとして取り上げられていました。しかし私はこの発言を聞いたとき、なんて小さい目標なんだろうというふうに思ってしまいました。では一体どのような目標を立てた方が日本人の気持ちを奮い立たせるのか、そのあたりについてちょっと後半では宇宙開発のあるべき姿などについて解説をしていこうと思います。なお今回の動画というのは年末年始という時期でもあり、たまには少し違った雰囲気の動画もぜひ皆さんに味わってもらおうかなという趣旨でお話をしようと思います。それでは日本の宇宙開発計画というのがどのようなものか、まずニュースを見ていきましょう。日本人月面へ、2020年代後半に岸田首相が表明。アメリカ人以外で初。岸田総理は政府の宇宙開発戦略本部で2020年代後半に日本人宇宙飛行士の月面着陸を実現させると表明しました。岸田首相、2020年代後半には日本人宇宙飛行士の月面着陸の実現を図ってまいります。今日行われた会議では国の宇宙政策の基本方針、宇宙基本計画の工程表を改定すると決めました。岸田総理は日本人宇宙飛行士の月面着陸について2020年代後半の実現を図ると表明し、工程表の中に盛り込みました。アメリカ人以外で初となることを目指すとも記載します。また、新たな工程表には、アメリカが進める有人月面探査、アルテミス計画において、月面での移動手段の開発研究に民間と協力して取り組むことや、2024年度に火星衛星探査機を確実に打ち上げることなどが盛り込まれました。月に人を送り込んで、そして帰ってくるというこの計画においては、非常に多くのお金とともに技術が必要です。ですから、どこの国においてもやろうと思ったからできるというわけではありません。そういった意味では、日本がこのような計画を立てること、それ自体は良いことです。ただし、同時に、多くの人が思ったでしょうが、日本人が今更月に行ったところで大して意味ないのになということを多くの人が思ったはずです。なぜならば、月面着陸というのはすでにアメリカが前世紀に行ったことであり、別に人類初の出来事ではありません。またそれ以外の無人探査機であれば、アメリカ以外でもすでに中国なども送り込んでおり、大して珍しいものでもない状況になっています。ですから、月面に日本人が行くんだよという話になった時に、おお、すごいなと高揚する人がどれだけいるかといえば、私は非常に少ないのではないかなと思います。それにかけるお金や時間などを考えると、あまり割に合ったものとは言えません。とこのように言っていると、じゃあそんな風にして文句つけているあなたはどのような計画を立てればよいと考えているのか。そのようにツッコミを入れる方もおられるでしょう。私がなぜこのような批判をしているかといえば、もっと大きな絵を描くことが宇宙開発においては非常に重要だからです。例えば私が総理大臣で日本の宇宙開発計画というものを立てるのであれば、例えば2020年代に日本人が月面に着陸するなどという話を目標にするのではなく、2030年代前半において軌道エレベーター建設を日本が成し遂げるんだぐらいのことを言うべきでしょう。現在宇宙ステーションなどが国際的な協調によって稼働しており、また中国なども独自に宇宙ステーションの建設を進めています。しかしそれらの宇宙ステーションを建設するにあたっては、ロケットで物資を運んでいき、人間についても同じようにロケットで宇宙ステーションに行って帰ってくるということが行われています。軌道エレベーターというのは基本的にはそのようなロケットで行き来するのではなく、非常に軽くて強いケーブルを地上とつなぐことによってロケット不要で宇宙へと行き来するためのものです。軌道エレベーターを建設するためにはこのケーブルを作るための技術が非常に重要であって、現在のところ人類はその技術を獲得してはいません。ただし、その基盤となる技術としてはカーボンナノチューブといったものがあり、このカーボンナノチューブを高品質で、そして10万キロメートル程度の長さのものを作ることができれば、この軌道エレベーターを建設することは可能だと考えられています。問題なのはこのカーボンナノチューブをいかに高品質に、そして長大なものを作るための技術開発を実現するかです。しかしこのことは逆に言えば、この技術さえ獲得できれば軌道エレベーターは建設が可能となるわけです。しかもこのカーボンナノチューブについての技術で言えば、日本企業は基本的には良い技術を持っています。代表的なメーカーとしては東レや帝人などの名前が挙がるでしょう。ですから軌道エレベーターを建設するためのその技術開発を国家として取り組めば、
世界の他の企業を圧倒するような技術力を持った企業を育てることへとつながるのです。そしてカーボンナノチューブだけではありません。その他セルロースナノファイバーについても、もしかしたらカーボンナノチューブよりも先に長大なものを作る技術ができるかもしれない、そのようなことも言われています。軽くて強い素材をいかにして作るか、それは世界の多くの国がチャレンジしているものではありますが、日本人もこの分野においては非常に有能な研究者や民間企業があり、これらの技術を埋もれさせることなく花開くさせることが国家として非常に重要なことだと私は思っています。そのような非常に頑丈な夢のようなケーブルを作ることができれば、第一宇宙港と名乗るにふさわしいものができるでしょう。ロケットを使っていた時代からケーブルを使って宇宙へと行き来することができるようになれば、これは大きな革命的な出来事です。ですから確実に人類史にその足跡を残すことができるでしょう。ロケットを使って宇宙に行くのとケーブルを伝って宇宙へ行くのと一体何が違うといえば、コストが段違いに違います。例えばつい最近では前澤さんがカメラマンの方2人と宇宙へと行きました。日本人の民間人としては初の出来事ですが、その時に支払われた金額というのは2人で100億円だったと言われています。現在のところアメリカにおいては民間企業がこの宇宙に行くためのロケット技術などをかなり開発してはいますし、また世界各国においても同じようにロケット開発が行われて、価格競争なども実際に起きてはいますが、まだまだロケットによる宇宙への行き来というのは非常に高額なことです。しかしケーブルを伝っていくようになれば、必要なコストというものが大幅に削減されますから、1人当たり何億円というお金が必要ではない。もしかしたら最終的には修学旅行で宇宙へと行けるようになるかもしれないのです。そして軌道エレベーターでそのような地上とケーブルでつながれたからといってそれが何だと思われる方もおられるでしょう。しかし地上との行き来というものが非常に楽な状態になれば、宇宙港と名乗り、そして宇宙港に付随する施設というものも拡張することができます。例えば今までのような観光で行き来するだけではありません。研究分野だけでもありません。産業分野にと応用が可能になるのです。一般的に産業というと工業のことを思い浮かべる方がおられるでしょうが、年月の経過によって工業的なものだけではなく医学的分野においても宇宙での製造業というものが伸びる可能性はあります。例えば万能細胞を使って臓器を製造し、その臓器を安全に保管しようと思えば、重力のかかった場所よりも重力のかからない場所で培養し、そして保管する方が適していると考えられています。また宇宙で使うものについて地上から持っていくよりも宇宙でそのまま製造した方が良いと考えられています。そして地上との行き来というものが非常に楽になったことをさらに活かすのは宇宙での太陽光発電です。現在地上において太陽光発電をしようと思えばどうしても自然との戦いになります。日本であれば台風が来ることもあれば雪が降ることもあります。そしてそのような天候がないような地域、例えば一年中ほとんど晴れていますよという砂漠地域などにおいてはまあ発電条件としては良いでしょう。しかしそのような場所よりもさらに条件が良いのが宇宙です。宇宙に太陽光パネルを並べて常に発電するようなことができれば、これを地上に送り込むことさえできれば非常に有用な発電装置となります。ここまでの話を受けて、なるほど、宇宙港を作るために軌道エレベーターを作る、そして軌道エレベーターを作るためにカーボンナノチューブやもしくはセルロースナノファイバーといった技術を発展させれば日本にも利益がもたらされるんだろうなということがある程度想像できたと思います。そしてこのような第一宇宙港を作ることができれば次のステップへと進むことができます。それは月面に日本人が降り立つなどといったことよりもはるかに実利的な月での資源採掘事業です。わざわざ地球から離れて月に行って一体何を資源を取るかといえば、その最も重要だと考えられているのがヘリウム3です。このヘリウム3は一体何かといえば核融合の燃料として考えられています。ヘリウム3というのは太陽で起こる核融合反応の副産物として生まれるようなもので、太陽風によって月に降り注いでそして蓄積すると考えられています。そしてこのヘリウム3を燃料として使えば核融合発電に非常に有用だと考えられています。核融合発電というのは次世代のエネルギー革命をもたらすものだと考えられており、世界各国で現在開発が進められています。しかしまだまだ実用化とは言い難い状況です。核融合反応をいかに持続させるかといったことが今の命題であり、ものすごい電力をかけてようやく何分間かその反応というものが持続できる。そしてここ最近になってようやく投入した電力よりもより大きな
電力を得る黒字化を成し遂げたことが一つのニュースになるぐらいです。実際問題として商業化発電へとつなげるためにはまだ何十年と時間が必要であろうと考えられています。ですからそのような年月の感覚というものを宇宙開発と合わせて考えれば、軌道エレベーターを建設し月面の資源採掘基地を作り、そこでヘリウム3を採掘する、そして地上に持ってきて核融合発電所へと投入する、このような時間感覚といったものから考えれば2040年から2050年程度の時間軸を合わせて考えるということが一つ重要でしょう。このあたりの考え方というのは国家戦略上において大事なことであり、夢物語では決してありません。何しろ核融合発言そのものについて言っても、もう2030年までには実用化できるんだという人などもいるくらいです。私の場合だとそういう意味においてはかなり保守的な見方で、2050年代ぐらいまでに核融合発電を前提とした国家戦略を立てれば良いのではないかなと考えています。技術がそれよりも発達して前倒しが必要になるとすれば、それは基本的に良いことだと見た方が良いでしょう。以上のようなことから岸田総理が2020年代後半までに日本人が月面に着陸できたらいいなといったような話をしているのを聞いて、私は非常に小さい話だと思いました。ないしろかけるお金がたくさんあったとしても得られるものは非常に少ないなと思ったからです。今までの話からすれば私のように軌道エレベーターを建設して人類最初の宇宙港を作ったんだよという意味で日本の名を人類史に残すといったことがよほど多くの人たちにとってそりゃすごいなと思うかもしれませんし、また産業的な意味においてもロケットを必要とせず、ケーブルを伝って宇宙へと行き来できるようになれば、観光であろうが産業利用であろうが、他の国よりも圧倒的に有利になる。だから、かけたお金から考えればリターンを得る。そのような考え方を持って宇宙開発に乗り込むのも日本にはできることなのになと思うのです。国の計画というのは非常に地味なものですが、夢を語ると同時に、そこから実際に日本という国家が利益を得ることもできるし、その利益を得た上で人類史にも貢献できるんだよという、そのような大きな未来図を指し示すことも政治家としては必要なのではないでしょうか。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。また投げ銭機能のあるところではぜひとも投げ銭機能のご利用もお願いします。してくれると私は非常にやる気の向上につながります。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。